田中リースと言います。 JKFW 運営委員会のものです。動機は実はそんなに綺麗なものではなくて、本業が別にあって、本業が日本と中国の間のビジネス支援をしてまして、そのビジネス支援している中でパートナーが香港でキッズファッションショーをやっていて、それの日本版やれないかっていうのを最初相談として来てて、でハイブランドの衣装とかをレンタルしたりすることができるんで、最初日本でもやれるのかなと思っていたら、いろいろ声かけたら皆さんすごいですねとは言うものの、本当にできるのかなっていうのを結構不信がられて、だったら自分たちで一回やってみようっていうのが最初のスタートでした。多分初回っていうこともあって、すごいエントリーがあって、そのエントリーに対してのその対応とかは夜中とかもやってたりして、全くプライベートの時間なし。当時のメンバーみんな子供持ってるので、子供が大好きで子供の夢を応援しようっていうのをなってたんですけど、結局気がつけば自分たちの子に今までかけてあげれてた時間が全部減って、自分たちの子たちにすごい我慢させてたのがすごい心痛い。ちょっと申し訳ない気持ちが多かったですね。はい。当時コロナの間で衣装パリから送られてくるんですけど、その衣装をレンタルでしてイベントのギリギリまでじゃないと送ってこないんですよ。1ヶ月前に送られてくる途中で物流は止まるわ、税関で引っかかるわ、いろいろと、はい、ハイブランドなので日本でもハイブランドを売っているところとかもあるので、そこのライセンスがどうこうとか、結構そこら辺の物流と税関のところで思ったより時間がかかりましたね。だからもともと予想立ててた予算から初年度は多分送料と税金だけですごいことになりました初回と比べると2回3回の方が段取りも分かってるので、いついつまでに何をやらなきゃいけないとかどうするとかっていうのを分かってるので、そういう意味で言うと現場は初回よりは楽になります。逆に大変になってくるのは初回ほどエントリー者が来ていないっていうのも事実としてあって、すごい高いお金取ってるんですけど、すごい儲かってるんじゃないかって皆さん思うんですけど、実はずっと赤字開催なんです。だから回数重ねるにつれ経済的な負担が高くなってきます。未だに赤なんですけど本業から稼いだお金をこっちに突き込んで、稼いで突き込んでっていうのが辛くなってきますね。もともと舞台と関わってた部分もあって好きなんです他のメンバーと比べてももしかしたら好きかもしれない。なので毎年のテーマ実は決めてます。いや、子供たちはもう純白でいいですと、いろいろこう飾ったりとかじゃなくて可能性が無限大にあるので、それをテーマにとかで、去年やったから今年はさらにで年々ちょっと断っていっちゃうんですけど、さらにもっとその宇宙じゃないんですけど、多分みんなが持っている自分の中のユニバースっていうのがあると思うんですけど、そこをどう引き出すかとか、なので今年のテーマユニバースになったんですけど、毎年やるとその時その時大変なんですけど、結局本番になると泣けちゃうんですよね。初回審査員のみんな審査終わりました、バックにこの司会者が審査員の隊長ですって言って、みんなこう隊長してドア閉まった瞬間にみんな抱き合わせてもう号泣したんですよ。タイの大人10人がバックでめっちゃ泣きました。感動で、もう本当にちっちゃい子から大きい子までみんな何もできない時からステージになって真剣に歩く、ポーズして一人前にこう戻っていくとか、上手下手じゃないんですよ。こう一生懸命やっている姿とか、何もみんな言葉出なくて大の大人のみんながまず泣きましたねっていうくらい、その感動をもたらしてくれるっていうか、よく、主人にも言ってるんですけど、舞台って魔物だよって、やってる途中で苦労が多いのでやめたいってなるんですけど、いざ本番となるとその気持ちにまたやられて、また付き合うっていうのを言い出してくるっていうか、生き物ですよね。トラブルとかもどんだけプラン立ててても現場は必ずなんか起きますし、いろんな人がいろんな苦労をしていろんな努力している舞台だから、いいエネルギーしかそこにないんですよ。悔し涙もいいエネルギーじゃないですか。だからいいエネルギーの集合体っていうのが舞台で、そこにプラス子どもたちの可能性と夢を乗せたら、これ以上の心を動かせるものっていうのはないと思います。大人のランウェイだともうすでにルールも決められていて、どうしないといけないかっていうのが明確にあるんですよね。子供だとそこ当てはまらないものがあるんですよ。だからより自由にできるっていうか、よりいろんな人にいろんなポイントでいろんな気持ちが刺さる。
子供でさえ一生懸命頑張ってるのに、私たち大人は何してるんだとか、僕たちもっと頑張ろうとか、夢は諦めちゃいけないよねとか本当に3歳4歳でもグランプリなんて無理なのにグランプリ取れない涙、悔しさとかあるのに対して、私たち大人は軽々しくストレス溜まるから嫌だとか、仕事大変だから嫌だとか、もっと嫌な思い、大変な思いをしている子たちがあんだけ頑張ってるのに、大人と比べてもっとアクティブのエネルギーをくれる、曇りのないいいものなので他のキッズイベントもたくさんあるんですけど、結構可愛くさせてたりしてるんですよ。私たちは逆に可愛くさせてないんです。可愛いポーズやめてねってずっと言ってます。なんでかっていうと、子供っているだけで可愛いんです。素でいるだけでも癒しなんです。プラスブルとかっていうのをしなくていいんです。すごい練習するんですよ。この路線ですよとかっていうのを練習するんですけど、緊張してしまうと飛んでしまって間違えるじゃないですか。でもそれでも現場だとみんな微笑ましくって拍手したり、可愛いねとかっていうのを言ってあげたり、励ましてあげたりとかっていうのをしてくれるんで、それって本来子供を見守るやり方っていうか姿っていうか、なんでできないんだよとかじゃなくて、できるように指導はします。できなかったらできないで見守ってあげる、拍手してあげる、その勇気だけでも十分だよとかっていう、その環境ですね。モデルになりたいとかっていう子たちももちろんいるんですけど、何になりたいかまたわからない、悩んでいる、でもステージに立ってみたいっていう子たちにはぜひ参加してほしいですね。モデルになりたいって目指している人たちはもちろんぜひですけど、そうじゃなくってまた悩んでて、この舞台に上がることによって本当は自分は何したいかっていうのを、本当はここ目指していないとかっていうのを気づいていたり、裏方になりたいとか思ってたり、自信がなかったり、そういう人たちに逆に参加してほしいです。子供絶対ぼんやりしてるんですよ。親がこうしなさいって言ったらやっちゃうんですけど、自分で本当に好きかどうかってやってみないと分かんないんです。だからやってみるきっかけが JKFW であれば、それはそれでよくって、デザイナーになりたいとかヘアメイクになりたい、もうカメラマンになりたいとかっていうのも全然、去年の舞台裏の写真見るとカメラマンのカメラを触って自分で撮ったりとかしている子たちもいたりしてたので、モデルになりたい夢じゃないとうちは受けないっていうのは私は逆にないです。実は初回の時に最後関係者のみんなステージに上がって一人一言ずつとかあったんですね。でその時に舞台裏で子どもたちの面倒を見てくれている先生たちに、舞台裏のヒーローたちにありがとうございますみたいながあったんです。でそれ終わった後に親御さんから、そういうのはステージで言うとかっこよくないと、言うべきじゃないみたいなご指摘いただいたんですけど、舞台って輝かしいんですね。輝かしいもの、いいものを人に見せるのに、裏にどんだけの人たちが関わっていて感謝する気持ちっていうのはあってほしいんです。当たり前じゃないんですよ。お父さんお母さんが何かしてくれるから当たり前とか、先生が何かしてくれるから当たり前とか、皆さんが撮ってくれたりとかしてるのを当たり前とか、払ったから当たり前とかじゃなくて、裏のヒーローたちがいるからこそできること、そういった意味でも JKFW 参加することによって感謝する気持ちを思い出してくれるだけでも収穫の一つかなと思っていて、他のキッズイベントと比べてバックステージ本当に半端ない大人の数いるんですねこんだけの大人がたかが子供のイベントにっていうぐらい大人たちが関わっているんですよ。そういう意味でもいろんな人の努力があっての舞台だよっていうのも、子供たちも自分でそこにいると分かるし、そういう大人の世界っていうか、ちょっと思いやれるつながりとかも身をもって知っててほしいなっていうのを思います。きめこまず、まずは一歩踏み出して挑戦してみて初めて自分で追うべき夢を JKFW で見つけていただけたら、もしくは JKFW がきっかけになれたら嬉しいので、親子一緒にもう二度と来ない今年を一緒に楽しんでほしいです。まずは気になりましたらエントリーをしてみましょう。一緒に夢を見ましょう。